ずんだもん。スパイダーマンは日本の週末動員で、ちいかわに負けたわ。映画のランキングで？嘘でしょ？世界の英雄なのだ。海外の巨大映画なら、日本作品を簡単に蹴散らすと思っていたのだ。その思い込みを、同じ週末、同じ国内市場、同じ観客動員で壊すわ。期間は2026年8月7日から9日、国内の週末観客動員ランキングよ。1位は映画ちいかわ、人魚の島の秘密。まず、この順位を見なさい。2位はスパイダーマン、ブランド、ニュー、デイ。逆転は現実よ。公開規模や上映回数の違いも、順位表だけでは読み切れないわ。現実よ。だからこそ、今は週末の観客数という一点だけを見るのだ。忘れないのだ。待ってほしいのだ。世界公衆や知名度まで負けた話なのか？違うわ。比較するのはその3日間、日本の映画館を訪れた人数だけ。作品の価値も世界全体の人気もこの順位だけでは決められないわ。それでも同じ売り場で小さな生き物が巨大ヒーローを上回ったのね。巨大ヒーローが小動物に殴り倒されたように見えるのだ。もちろんヒーよ。実在の関係者が怒った、焦ったという証言はないわ。では日本人はなぜ世界を救う英雄より小さな日常を選んだのかしら。一周だけ切り取れば釣りにも見える。だから3週間を順番に追うわ。7月24日から26日、映画ちいかわは初登場1位を獲得したわ。3日間の動員は150万8500人。報酬は22億4000万円よ。最初からとんでもない人数が映画館へ集まっていたのだ。ただし、ここで勝負が終わったわけではない。次の週を見なさい。7月31日から8月2日、スパイダーマンが初登場1位になったわ。世界的ヒーローが首位を奪った。ずんだもんの予想通りね。首位が週ごとに入れ替わるなら、一本の見出しでは足りないのだ。怖いのだ。時系列にすると、勢いの方向と再逆転の重さが見えてくるわ。残酷ね。やっぱり巨大 IP は強いのだ。ここから独走するはずなのだ。その週の3日間で、動員97万3000人、報酬15億5900万円よ。十分に巨大な数字だわ。日本で失敗した作品とは、とても言えない。ところが次の8月7日から9日、首位は再びちいかわへ戻るの。最初から負けていたわけではない。もっと残酷よ。一度勝って抜かれた。ちいかわの動員は114万7000人、報酬16億9900万円よ。対するスパイダーマンは2位、動員36万3000人だったわ。報酬は6億2900万円。返り咲き週だけなら、差はかなり大きい。公表値の単純計算で、動員は約 3.2 倍、報酬は約 2.7 倍よ。累計成績や世界公衆とは別の数字だと、ここでも線を引くのだ。8月14日から16日も、ちいかわは1位。英雄は3位だったわ。ここからは海外配給の分析チームを想定した創作の再現劇よ。実在の会社や人物の会議ではない。数字の落差を味わう舞台装置だわ。日本公開初週1、動員97万3000人。計画は順調です。報酬15億5900万円。巨大 IP の期待に似合う出発です。自信満々なのだ。これなら報告書にも大勝利と書けそうなのだ。その判断自体は不自然ではないわ。初週1位は確認できる事実よ。世界を救うヒーロー、日本の週末も救いました。乾杯です。そして1週間後、同じ机に順位が反転した報告書が置かれる。待ってください。1位があの小さな生き物に戻っています。同じ映画史上で観客数が3倍以上。私、読み違えましたか？声が急に小さくなったのだ。数字の落差が会議室を冷やすのだ。彼が困惑した事実はないわ。この反応は番組の創作再現よ。断定できるのは初週の首位と翌週の順位と公開された成績だけ。では、敵は悪役ですか？特殊効果が足りなかったのですか？私の会議は架空。でも、机の数字は公表値なのです。怖いです。創作部分には必ず境界線を引く。それが分析の最低条件よ。忘れないで。敵と呼ぶのも比喩ね。劇場へ足を運ばせた日常の愛着かもしれない。ここで重要なのは可能性といったこと。原因は数字だけでは確定しない。ただ、8月8日から映画ちいかわの入場者特典第2弾が配られた。工業通信社の解説もその特典が動員増を促したと説明しているわ。映画を見る理由に今週だけの受け取り理由が重なったのだ。ヒーローの予告編は作れた。でも土曜日の予定は別物です。世界を救う映像よりシールが日本の土曜日を予約したのですか？言い切りは禁物よ。特典は確認済みでも客全員の動機はわからない。それでも公開2週目の起爆剤になった可能性は見逃せないのだ。勝利報告が逆転報告へ変わる。この真偽差だけを再現劇で見せたわ。暗い会議室から離れよう。一方、日本の朝を見てみるのだ。テレビをつけ、駅を通り、店へ寄る。映画館の前にも接点がある。常設店、量販店、カフェ、
物販、生活圏に入り口が並ぶわ。映画を見る前から毎日どこかで会っている、そういうことなのだ。勝負の場所は劇場のスクリーンだけではなかったので、公開日に始まる宣伝と公開日まで積み上がった生活習慣の差よ。日本人全員がファンという話ではない。でも接する経路は確かに多い。公式総合情報にはテレビアニメや通販、店舗、カフェが並んでいる。日本人の日常はすでに包囲されていた平和すぎる比喩だけれどね。派手な宣伝が来る前から暮らしの中に席があったのだ。もういたのだ。ではその包囲網を映画公開より前の時間から解剖してみるわ。テレビアニメは2022年に始まり、日常の視聴接点を積み上げた。公式通販があり、各地の常設店があり、期間限定の催事もある。つまり映画は初めましての場所ではなく再会の場所になり得る。知っている、見たことがある、持っている、その記憶が先にあるのだ。公開日に初めて名前を覚える作品とは出発地点が違うかもしれない。ただしそれだけで興行の逆転を説明しきることはできないわ。2026年の映画公開期には劇場物販やカフェも並行していた。全国の催事やスカイツリーとの企画も公式情報で確認できるわ。スクリーンの外に食べる、買う、尋ねるという選択肢があるのだ。持ち歩く、飾る、送る、好きという感情が複数の行動へ分かれる。別々の商売に見えて互いの存在を思い出させる動線になるのね。カフェで知り、商品を見て映画を思い出す順番もあり得るわ。逆に映画を見てから店や通販へ向かう流れも考えられるのだ。公式取扱情報では通販、常設店、全国劇場、催事が案内されている。鑑賞だけで終わらず生活の複数地点で関係を続けられる構造だわ。巨大な広告を一度浴びせるより低い摩擦で何度も触れてもらう。その積み重ねが選択時の早期を助けるというのが今回の仮説よ。高額な一撃より低摩擦な接触を何年も重ねる静かな戦略なのだ。日本市場の恐ろしさは戦争の前に決着していることかもしれない。怖い表現だけれど実際に並ぶのは菓子や雑貨やカフェなのだ。平和すぎて財布が死ぬのだ。でも笑っている自分が怖いのだ。沼なのだ。そして映画館では入場者特典が今週行く理由を補強するわ。世界を救う英雄の横で小さなシールを守る列を想像してしまうのだ。行列の人数や完売までは確認していない。そこを事実にはしないわ。作品内容、公開週、特典、客層、複数要因の中で接点を考えるのよ。ここからは数字で確認できる事実とそこからの仮説を分けるわ。仮説1は公開前から蓄積された愛着。映画は関係の視点ではない。既存のファンが集まるイベントなら公開前の時間も競争力になる。昨日好きになった作品より何年もあった相手を選ぶ感覚なのだ。ただし観客一人ずつの理由を調べたデータではない。仮説の範囲よ。作品への愛着が強くても上映時間や映画館の距離は選択を左右する。だから愛着だけを唯一の原因にしては現実を見失うわ。仮説には接触頻度。日常で何度も会えば選択時に思い出しやすい。一度の巨大広告より有利な場合がある。でも比較実験はしていないわ。仮説3は購買動線、視聴、物販、飲食、催事、映画がつながる構造。入り口が多いからどこか一つで興味を持つと次の行動へ進めるのだ。仮説4は週ごとの起爆剤、特典が愛着を来場へ変えた可能性よ。8月8日の第2弾は事実。でも特典だけで前作を作ったとは言えない。ここまで聞くと英雄側が完全に失敗したようにも感じるのだ。そこが落とし穴よ。スパイダーマンも初週は堂々の1位だったわ。日米同時公開でも日本の週末順位は日本市場の結果として読むわ。現実よ。8月9日時点の累計は動員180万人、興収29億円を超えていた。作品や IP そのものの失敗とよ